こんにちは、ワットです。少し遅くなりましたが、明けましておめでとうございます。この年末年始はお休みも長かったので、久しぶりに海外で過ごしてきました。なので今回はその時の様子を振り返りながら写真を見ていければというふうに思います。成田空港からエティハド航空でまずはアブダビに向かいます。アブダビで2時間ぐらい乗り継ぎを待ってからスイスのジュネーブへ。ようやくジュネーブに着きました。年末年始のジュネーブは人も少なく静かに過ごせるとどこかで聞いたことがあったので、のんびり過ごすのにちょうどいいかなと思って今回は旅先に選びました。空港から電車に乗ってジュネーブ市内へ向かいます。国際空港から都心部へのアクセスが非常にいいのがこのジュネーブの良さかもしれないですね。あっという間に滞在先のホテルに着きました。今回はこのジュネーブで年末年始約1週間を過ごす予定にしています。窓を開けると目の前は駅ですね。明け方に飛行機が着いて少しホテルの部屋で休んでから早速初日の探索に向かいます。今回はライカ M6 とリコーの GR1S をフィルムカメラとしては持ってきています。こんな寒いのにジャケット置いてっちゃうんですね。今回の旅にはカラーフィルムしか持ってこなかったんですけども、なんだかずっと曇っていてモノクロフィルム持ってくればよかったなというふうに思いました。でもなんとなくこの空の白い感じも幻想的ではありますよね。ジュネーブはクリスマスも終わって年末年始に向けて非常に静かな感じでしたね。残っていた富士カラー100を取り切ってポートラ400を入れていきたいと思います。僕は旅行の時はポートラ400を持っていくようにしています。非常に使い勝手の良いフィルムでどんなシーンにも対応できるというのが強みかなというふうに思います。これはレマン湖ですね。そしてこれがジェットドー。世界一の噴水だそうです。湖の水は本当に綺麗で透き通っていて、冬の寒さもあるのかことさら青くてとても幻想的でした。かなり冷え込む中、いかにもこのヨーロッパという街並みを探検しながら夢中でシャッターを切っていました。今回の旅のコンセプトは暮らすように旅をすること。僕が普段家の近所で写真を撮っているようなそんな感覚を旅先でも味わえたらなというふうに思っていたので、
初日も回ったような箇所を2日目もぐるぐると歩き回って写真を撮りました。天気もあまり相変わらずかなり曇っていますね。ただやはり普段日本で見慣れている景色とはだいぶ雰囲気が違うので、何もかもが目新しくて写真撮るのが本当に楽しかったですね。2024年は僕の中ですごく難しい1年で、それは写真を撮ることに関してもそうで、いろんな挑戦もあったり、壁にぶつかったような感覚になる時もありました。そんな中でこうやって年末年始に新たな刺激を受けられる場所で写真を撮れたっていうのが個人的にはすごく良かったなというふうに思っています。ここは美術館ですね。コレクションも豊富で、時間を忘れてかなり中で作品と向き合って楽しむことができました。建物自体も本当にかっこいいですよね。街中もいちいち絵になるなぁと思いながら写真を撮っていました。この日は夕方頃になってそれまで撮っていたポートラ400を撮り終わったので、満を持してシネスティルを出してきました。ところが実はこれうまく引っかからずにフィルム1本分丸々何も写ってなかったんですよね。すごく残念です。というわけで3日目、この日はまずジュネーブにある国連とその近隣のエリアで写真を撮っていました。ガンジーですね。この中に入っているのがシネスティルなので、この日はリコーの GR1S では写真は撮れていたんですけど、この写真ももちろん写っていませんでした。残念です。フィルムカメラを始めてから写真を撮ること自体が一番の自分へのお土産になって、何かお土産を買うことっていうのはすごく少なくなりましたね。だからこそこうやって写ってないと結構寂しい気持ちにはなります。同じく写真を撮っている男性を発見。ここでも最初ライカで撮ろうと思ったんですけど、非常に曇っていたのでリコーの GR1S に切り替えました。カラープラスは、かなり暖色寄りのフィルムなので、こういったところでもかなり黄色みが強く映りますね。さあ、2024年大晦日。この日は列車に乗って少し離れたスイスのヌーシャテルという中世のお城が残っている町にカメラを持って行ってきました。この日も霧がすごくて、車窓から見える景色はすべて霧に覆われていましたね。
非常に幻想的だったんですけど、もちろん写真はほぼ撮れていないです。さあ、着きましたヌーシャテル。ここも湖が見える美しい街でした。街の中には坂もあって、古い建物とか、日本ではなかなか見ないようなレンガ色したっていうんですかね、建物とかあって非常に雰囲気のいいところでした。ただとにかく坂が多い。ここはヌーシャテル城ですね。今回の旅の目的地の一つです。大晦日ということもあってなのか、非常に人は少なくて、ぐるっと外角を回るだけでしたが、来てよかったなというふうに思いました。こういったヨーロッパの建物ってデザインが本当に美しいですよね。お城を後にしてからヌーシャテルの街中でスナップを撮りました。せっかくシネスティルが入っていたので、大晦日の夜は街中でイルミネーションを撮っていたんですが、もうお分かりの通りこちらも映っていませんでした。2025年元旦、この日はフランスのシャモニーに行くと前々から決めていたので、朝少し早めに起きて出発しました。着きましたシャモニー。西ヨーロッパ最高峰の山モンブランのふもとにあるスキーリゾートです。待つこと2時間、ようやくゴンドラに乗れてモンブラン見物です。このゴンドラも頂上まで上がると3800メートルぐらいあって、富士山よりも高い場所にあるというところで、景色は本当に綺麗だったんですけど、酸素が薄かったりとか、非常に寒かったりもして、外で写真を撮り続けていたらだんだん具合が悪くなってしまいました。ちょっと辛かったですね。ただこの日はようやくまたフィルムを変えてポートラを入れ直していたので、ライカの写真も無事に写っていました。本当に綺麗で、似たような写真を何枚も撮ってしまいましたね。
真ん中に見えるこの丸い部分がちょうどモンブランですね。4809メートル。ここからさらに1000メートルも高い場所です。約30分から1時間ぐらい頂上で写真を撮ってからゴンドラでまた麓へと戻ってきました。すごく楽しかったんですが、気がついたらこの時点で iPhone の充電が 6% しかなくて結構びっくりしましたね。寒いところになると充電の減りが非常に早いです。夕日も当たって綺麗ですね。今日が実質最終日ですね。出発前に今日もまた市内で写真を撮っていきたいと思います。ようやく空も晴れてきて、パキッとした青空というわけではないですが、空にも少しディテールのあるような写真が撮れる、そんな一日でした。本当にやっとだよって感じでしたね。空が晴れたことで山並みも綺麗に見えて、こういったジェット道の景色とかもすごいダイナミックに見えましたね。もうすでにジュネーブに滞在して5日目ですかね。なのでなんだか本当にここに暮らしているような気持ちになりつつありました。ただちょっと物価は高すぎたので本当には住めないですけど、光が当たるとポートラの発色は本当に綺麗ですよね。もちろんフィルムとしてはすごく高いんですが、今一番頼りになる ISO400 のフィルムかなというふうに思います。そういえば全然食べ物の話をしてなかったんですが、もちろんスイスに来たということでチーズフォンデュ、結構白ワインの味が強くてびっくりしましたね。これが僕の今回の年末年始の旅でした。2025年もこういった写真に没頭できる時間を作れたらいいなというふうに思っています。というわけで今回もご視聴ありがとうございます。今年もよろしくお願いします。